空が青いなあ。全部初り終わったか。はい、おはようございます。本日は4月7日の月曜日。ちょっと曇り空なんですけども、はい、この後晴れるという予報なので、はい、今日はですね、今年に入りまして、1番目の草刈りをやっていきたいと思います。はい、だいぶ、伸びてきましたので、はい、早いうちにですね、こまめに刈って、そして、腐葉土にしていこうかなと思っておりますので、今日は草刈りをやっていきたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月。はい、ということでね、久しぶりに、グリーンワークスの草刈り機登場いたしました。はい、これね、非常に楽でございます。草刈りは平らなねフラットな、場所に限ると思いますが、フラットの面積が大きいと、これ手でね、押していくだけで、押していくっていうか自分で動きますんでね、はい、草刈りが楽でございます。回転式のねハンディの草刈り機より、非常に、早く刈ることができます。うちのこの面積ね、今まではですね、手動の草刈り機で刈ってたんですが、やっぱ1日じゃちょっと終わらなくて、2日3日かかりましたけれども、このグリーンワークスの草刈り機を買ってからですね、今日は、午前中ぐらいに全部草刈りが終わりました。ということで、あまりね、雑草を、生えた状態で草刈るとですね、やっぱり大変なんですよ。ですので、今年はですね、少し生えたら刈る、少し生えたら刈るということで、なるべく、草刈り頻度をですね上げようかなというふうに思っておるわけでございます。でその理由としてはですね、刈った草をね、今回堆肥ボックスというのを作りましたんで、そこに集めてですね米ぬかをまいて、そして、堆肥化させるということをやっていこうと思っております。はい、こちらがね、手元カメラで、映しました、草刈り風景となります。あんまりね伸びてないんでね、違いはわからないかもしれませんが、結構枯れてます。これ後ろ向きなんですけどね、はい、刈った跡が分かりますでしょうか。このローアングルからのね、草刈り風景も結構、迫力ありますよね。はい、ということで、草をねローアングルから手元カメラで映しております。ということで刈った草をね、堆肥ボックスの方に、巻いております。こんな感じでね、グリーンワークスの草刈り機は草をですね
集める袋がついてますんで、はい、これを巻いていきます。で、かなりね細かく粉砕してくれるんで、はい、多分、堆肥化するには、あまり時間かからないかなと。手でやるね手動式のこう回転式の、草刈り機の場合ね、あまり長く成長しちゃうとですね、長いままの草が、刈り取れることになりますので、はい、ちょっとね、堆肥化するには時間かかるということで、はい、こちら米ぬかをですね、はい、巻きまして、発酵を促すということをやっております。雑草とね米ぬかの堆肥、のシステムなんですけども、基本的な考え方としては好気性分解、堆肥化はですね微生物が有機物を分解して栄養たっぷりの堆肥に変えるプロセスとなっております。好気性っていうのはね空気がある状態、空気を通す構造というのがポイントとなっておりまして、はい、雑草はですね炭素源と、いうことで主に繊維質で、窒素と、炭素の比率が結構高めなんですね。ですので単体で分解すると、時間がかかると。でも水と空気があるとですね、分解はスムーズに進むということでございまして、はい、そして米ぬか、窒素源が入りますとですね、米ぬかはですね窒素、リン、カリウムなどの栄養が豊富で、炭素と窒素の比率が低いので、微生物の大好物ということで雑草とバランスを取るには最適と。で米ぬかを混ぜることに一気に、発酵が進むということだそうでございます。はい、それでね、発酵と分解の流れとしては、初期の発酵期では雑草、米ぬか、水分、酸素、好気性微生物がですね一気に増えて、発熱が出るそうでございます。熱源としてね、50度から60度ぐらい、熱が出るそうでございます。はい、そして中期になりますと分解期となりまして、高温により雑草の、細胞壁が病原菌の多くが死にまして、分解が進んでボリュームが一気に減るということでございます。そして後期にはですね、成熟期として、ゆっくり時間かけて安定した堆肥に、でこの時はですね、匂いも減りまして、はい、土みたいな、いい匂いになるということで完成となります。でポイントとしてはですね、定期的に、ひっくり返す、空気をですね入れるということが、ポイントとなりまして、さらにですね水分ですね湿り気が必要となりますので、ある程度の水分が必要と。ただですね、雨などで直接、水が入りすぎると、あまり良くないので、屋根や、あまり雨が入らないような構造をするのがいいとされております。で米ぬかはね巻きすぎると腐敗臭が出ることから、程よく米ぬかを巻いた方がいいということだそうでございます。そしてね、こちらね、水路が、あるんですけれども、ここがですね、やはり雨降ると、土が流れ込んでですね、はい、そして土の、溜まった土からですね、こうやって雑草が生えてきてますので、ここも、きれいに掃除していこうということで、やっております。
それとね、こちらね、モルタルでですね、一応水路を作ってるんですけども、やはり、モルタルのクラック、ひび割れる部分からですね、はい、草がね、どんどん生えてきてます。ですのでね、やはり、クラックはですね、あまり良くないんですよね。で、そこから草が生えてくると、また根っこがですね、そのクラックを、押し広げてですね、さらにクラックが進むということなので、ここはなるべく、土土砂をですね、はい、溜めたくないんですが、いかんせんね、雨水が流れてきますんで、致し方ないかなということで、水路の方をね、一応きれいにしましたんで、水を流して、最後の土砂をですね、土を、押し流していこうということで、ホースで、洗い流しております。でね、こう水流していくんですけども、実はですね、この水路ね、途中で、陥没してまして、逆勾配なんですね。はい。ですので水がですね、うまく、雨水の配管の方に流れきらないということで、逆流してしまいました。はい。ちょっとこの辺もね、後で考えなきゃいけないんですけども、はい、途中で水が溜まってしまうと。水が溜まってしまうということは、土もですね、溜まってしまうということで、またその土から雑草が生えると、そういう悪循環になっております。こうやってね、雑草を抜いて土を取ってもですね、また夏になると、生えてきてしまいます。ですから、何回もやらなきゃいけないんですけども、はい、ちょっとね、今年はこまめにやろうかなというふうに考えております。でもこの土地はね、意外と水はけが良くてですね、雨降ってもですね、すぐ、浸透していきますんでね、非常にいい土地ではございます。ということでね、水路の掃除も終わりましてですね、はい、こちらが本日の作業内容となります。はい、ここね、草だらけだった、水路ですね、復活いたしまして、はい、ここが水溜まっちゃってんですね。はい、ということで、鉄板も戻しましてですね、はい、そして、綺麗になりました。草もね、あまり伸びてなかったんですけども、ところどころですね、クローバーが、かなり高さが出てきましたんでね、はい、一気に、今年1回目の草刈りをいたしました。で、それとね、こちら除草剤をまいた、切り株ですね、はい、こちらもこんな感じでございます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、今年第1回目の草刈りを行いました。はい。今回はね、堆肥ボックスっていうのを作ったものですから、刈った草はね、なるべく、捨てずにそこにこまめに入れて、そして堆肥化してさせていきたいということで、あまりこうね、長く草が成長しちゃうと、分解されづらいので、ちょっと今年はこまめに
はい、短く買ってですね、はい、そして、堆肥化させていきたいと、そういうふうに思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月